今回は貧乏神が取り付いている人がついやってしまう行動についてお伝えいたします。これをご覧になるとあなた様は貧乏神が好む行動が分かり、金運低下を防ぐことができます。これほど多くの動画の中からあなた様がこの動画を見つけたのは実は偶然ではないのです。あなた様とのご縁に心より感謝申し上げます。あなた様の周りに貧乏神が取り付いているのかなと思う人はいらっしゃいませんか？それでは貧乏神が取り付いている人がついやってしまう行動を3つお話しさせていただきますね。まず1つ目は愚痴や不平不満、悪口を言うことです。私たちの周りには日々の生活の中で愚痴や不平不満、悪口を言う人が見受けられますね。しかしこれらの言動は周囲の空気を悪くし、自分自身の心も重くする原因となります。今回は愚痴や不平不満、悪口がどのようにして貧乏神を引き寄せるのか、そしてそれをどう改善するかをお話しいたしましょう。まず愚痴や不平不満を言うという行為は、物事に対する不満を口に出すことで一時的には心が楽になるかもしれません。しかしこの行動が習慣になると、自分の心が常に不満を探してしまうようになり、ポジティブな出来事も見逃してしまうことがございます。結果として自分自身の心が疲れ、幸せを感じる機会が少なくなるのでございます。次に悪口を言う行動について考えてみましょう。他人の欠点や失敗を話すことは時としてその場の共感や一体感を生むかもしれませんが、これもまた人間関係を悪化させる大きな原因となります。人様に対する敬意が失われ、信頼関係が築かれにくくなるのでございます。そして愚痴や不平不満、悪口を言っている間に自分自身の気が低下し、貧乏神がここは居心地がいいなとべったりとくっついてしまうのです。これらの負の言動を減らすためには、まずは自分の言葉が周囲にどのような影響を与えているかを意識することが重要でございます。自分が誰かの悪口を言おうとしたとき、一度立ち止まり、この言葉が相手にどのような影響を与えるかを考えてみてくださいませ。そして不満や愚痴を言う代わりに問題の解決策を考えるようにいたしましょう。さらに日記をつけることで自分の感情や行動に気づきやすくなります。思いのまま文字として書き殴ってください。また一日の終わりに今日あった良いことを3つ挙げてみるという習慣も心を前向きに保つのに役立つでしょう。このような小さな習慣が心を豊かにし、言葉遣いも自然とポジティブに変わっていくのでございます。2つ目は掃除や整理整頓を怠ることです。生活の中で掃除や整理整頓を行うことは自分自身の心の整理にもつながります。部屋が乱れていると心もまた落ち着かないものです。このような環境では集中力が低下し、日々の仕事や勉強にも悪影響を与えるのでございます。また清潔で整った環境は心を落ち着け、新たなアイデアが生まれやすい状態を作り出します。また掃除や整理整頓が好きではない人、面倒くさい人というのは、誰か他の人がやってくれたらいいなと嫌なことは人に押し付けたい人なのでございます。この行動は一時的に自分の負担を軽くするかもしれませんが、他力本願は自身の徳を奪い、他人との信頼関係を損ねる原因となります。嫌なことを人に押し付けたい人は他人に不快感を与え、結果的には自分自身の人間関係を狭めることにつながります。お互い責任を持って協力して物事を進めることが良好な関係を築く鍵でございます。心を安寧にし、人々との調和を保つためには、まず自宅の掃除や整理整頓から始めてください。小さなスペースからでも良いので定期的に片付けを行い、
物を適切な場所に戻す習慣を身につけてくださいませ。これにより心も整理され、日常生活がよりスムーズになります。また、嫌なことは人に押し付けず、自分で解決する努力をすることが大切でございます。自分のできる範囲で責任を果たし、他人に依存することなく問題を解決する姿勢を持つことで、自立心が育ち、他人からの信頼も得られやすくなりましょう。3つ目は、いつも暗い顔をしていることです。この状態が続くと、だんだん自分の周りに人が集まらなくなり、孤立感を感じやすくなることもございます。日々の生活の中で心が晴れないとき、顔にもそれが現れることがございます。暗い顔をしていると、それだけで周囲にネガティブな印象を与え、自分自身も元気を失いがちです。暗い顔とは、心配事や悲しみ、不安などネガティブな感情が顔に現れている状態でございます。このような表情を頻繁にしていると、自分自身の気持ちも沈みがちになり、さらには周囲の人々にも同じような感情を感じさせることになるでしょう。ご自身で自分の表情が暗いかなと気づいたときには、意識的に顔の表情を明るくする訓練が効果的でございます。鏡の前で笑顔を作る練習を毎日行うことで、自然と心も明るくなり、顔つきも変わってきます。笑顔は自分自身だけでなく、周囲の人々にも好影響を与えるため、積極的に取り入れてくださいませ。笑顔が増えてきて、貧乏神がこの人は明るいから気が合わないなと、逃げていけば閉めたものでございます。さらに、趣味や運動など、心から楽しめる活動に時間を割くことも、心を豊かにし、表情を明るくするのに役立ちます。楽しいと感じることで、自然と表情にも活気が出るようになるでしょう。以上、貧乏神が取り付いた人がついやってしまう行動について紹介しましたが、いかがでしたか。あなた様の周りにも、悪口を言ったり、他力本願だったり、さらに表情が暗い人たちはいませんか。お付き合いしにくい方の特徴がありましたら、コメント欄で教えてくださいませ。当チャンネルでは、自ら運を開く小さな良い習慣や考え方について動画をご提供しております。ぜひ、チャンネル登録していただいて、他の動画もご覧いただけましたら幸いでございます。学習よりも、一過性の楽しみに傾倒する人が目立ちます。YouTube にあふれる動画の大半は何も生み出さない、一時の楽しみを提供するだけの空虚な内容でございます。スマートフォンは常に私たちを監視し、個人情報を収集している。それが事実だという可能性はありますけれども、それを踏まえた上で上手に活用する方法を考えることが建設的です。紅麹サプリに関わる一連の騒動は、政治家の裏金問題から国民の目をそらすための目くらましである。それが事実であったとしても、あなた様が得られるものはたかが知れているのでございます。それでも、この手の話題が人の好奇心や自尊心を刺激し、魅力に満ち溢れているのも事実なのでございます。その手の誘惑にとらわれずに、あなた様はこの動画をご覧になっておられるのでございます。実際、これはかなりの難事でありますけれど、あなた様はそれを簡単に成し遂げておられるではございませんか。あなた様は学ぶことに情熱を持っておられ、間違いなく大きな幸運と膨大な富をつかむ資質があると言えるのでございます。あなた様のような人がいるなら、この世界に希望が持てるというものでございます。たとえ今は実感がないとしても、着実に良い方向に向かっておりますので、どうぞ安心してお過ごしください。お悩み事ございましたらお気軽にコメントをお寄せください。こちらで取り上げてまいります。当チャンネルでは、あなた様の人生をより良いものにするお話をさせていただきます。機会がありましたら、改めてよろしくお願いいたします。